1942年2月14日、スマトラ島パレンバン上空。その日、彼らが飛び込んだ空は抜けるような青空ではありませんでした。北の空から不気味な黒い帯が流れていたのです。それは陥落寸前のシンガポールでイギリス軍が爆破した燃料タンクから立ち上る膨大な黒煙でした。視界不良のよどんだ空の中、陸軍挺身第2連隊を乗せた輸送機軍は乱れる気流に耐えながら飛行していました。彼らの眼下にはジャングルを蛇行して流れる巨大な虫川、そしてその先に無数のタンクとパイプが銀色に輝く巨大な工場群が見えていました。降下！指揮官の絶叫とともに兵士たちが次々と機外へ身を投じます。黒煙混じりの空に数百の白いパラシュートが開きました。敵の対空砲火が炸裂し、白亜の傘を揺らします。後に空の新兵と謳われ、映画や軍歌で華々しく宣伝されることになるパレンバン空挺作戦。しかし、その実態は我々がイメージするような華麗なショーではありませんでした。彼らが降り立とうとしているのは、ロイヤルダッチシェルが創業する東南アジア屈指の大製油所。この作戦は敵を倒すこと以上に、敵に破壊させる前に施設を奪うという矛盾に満ちた難題を背負っていたのです。なぜ日本軍はこれほどのリスクを冒してまで空からの奇襲を選んだのでしょうか。時計の針を少し戻しましょう。開戦前夜、日本は国家存亡の危機に瀕していました。昭和16年、アメリカによる対日石油輸出全面禁止。当時、日本の石油消費量は年間およそ430万キロリットル。対して国内の備蓄量は683万キロリットルに過ぎませんでした。計算上、戦争が始まればわずか1年半で日本の血は枯渇し、艦船も航空機も動かなくなる。人造石油の開発も試みられましたが、ドイツとは石炭の質が異なる日本において、それは軍の需要の100分の1を満たすに過ぎない焼け石に水でした。もはや座して死を待つか、南へ活路を乱すか。軍部が帝国の生命線として目をつけたのがオランダ領東インド、現在のインドネシアにあるこのパレンバン油田だったのです。一滴の石油は一滴の血に値する。その合言葉のもと、空の精鋭だけでなく5000人もの石油技術者や民間人が石油部隊として徴用され、戦場へ送られました。彼らの多くは銃の代わりにスパナを握りしめ、後続の船団でこの地を目指していました。もし空挺部隊の到着が遅れ、製油所が徹底的に破壊されてしまえば、たとえ戦闘に勝ったとしても戦争そのものには負けることになる。これは日本近代史上類を見ない国家の寿命をかけた強盗作戦ともいえる強行軍でした。シンガポールの黒煙を背に彼らは舞い降りました。空の新兵という栄光の称号。その裏側には資源なき国家の悲哀と知られざる技術者たちの総力戦があったのです。1941年夏、太平洋戦争開戦の半年前、日本は静かなる、しかし致命的な窒息の時を迎えていました。8月1日、アメリカによる対日石油輸出の全面禁止。これは資源を持たぬ島国日本にとって事実上の死刑宣告に等しいものでした。当時の日本のエネルギー事情は現代の私たちが想像する以上に脆弱なものでした。国内の石油消費量は年間およそ430万キロリットル。対して備蓄量はわずか683万キロリットル。新たな供給がなければ平時でも2年持たない。
まして一度戦争となれば、艦隊や航空機が大量の燃料を飲み込み、わずか1年半で全てが枯渇すると試算されました。政府や軍部は、石炭から石油を作る人造石油の開発にもすがりました。しかし、技術的な壁は厚く、莫大なコストをかけても、軍が必要とする量のわずか100分の1程度しか供給できませんでした。頼みの綱であった満州の油田も、帝国の喉の渇きを潤すにはあまりに微量だったのです。残された時間は1年半。座して枯渇を待つか、それとも乾坤一滴の賭けに出るか。軍部の視線は南へと向けられました。オランダ領東インド、現在のインドネシアです。その南方の島々の中でも別格の存在感を放っていたのがスマトラ島のパレンバンでした。ここには国際石油資本ロイヤル・ダッチ・シェルなどが創業する東洋一の規模を誇る製油所がありました。その生産能力は当時の日本の年間需要量を単独で上回るほど。まさにここを手に入れることさえできれば、日本は無尽蔵の地を手に入れ、戦争を継続できる。パレンバン攻略は南方作戦における最重要目標、いわば帝国の生命線確保の戦いと位置づけられたのです。しかし、このパレンバンには攻略を阻む地理的な難関がありました。製油所は海岸沿いにはありません。ジャングルを縫って流れる大河、虫川を河口からおよそ100キロも遡った内陸の奥深くに位置していたのです。通常の作戦通り、船で海岸に上陸し、陸路で進軍していては、あまりに時間がかかりすぎる。そして、その時間のロスこそが、日本軍にとって最大の恐怖でした。日本軍が最も恐れていたのは、敵の抵抗ではありません。焦土戦術です。オランダ軍は撤退する際、重要施設を徹底的に破壊する準備を進めていました。実際、パレンバン作戦に先立つ1月、ボルネオ島のタラカンやバリクパパンへ日本軍が上陸した際、目にしたのは絶望的な光景でした。油田や製油所は日本軍の接近を察知した守備隊によってすでに爆破され、グレンの炎と黒煙に包まれていたのです。破壊された油田の復旧には数ヶ月から1年以上の歳月を要します。1年半しかない日本にとって、そのタイムロスは致命傷になりかねません。パレンバンだけは絶対に燃やさせてはならない。陸軍参謀本部は焦りました。敵が爆破スイッチを押す前に電光石火の早業で懐に飛び込み制圧するしかない。川を遡る船では遅すぎる。陸路も間に合わない。残された手段は一つしかありませんでした。空です。飛行機で敵の頭上を飛び越え、パラシュートで製油所のど真ん中に降り立つ。日本陸軍初の空挺作戦は、こうして石油という名の黒い黄金を守るために立案されたのです。パレンバン製油所を無傷で奪取する。その至難の業を可能にする唯一の手段、空挺作戦。しかし、当時の日本陸軍にとって、それは未知の領域でした。世界を驚かせたのは、同盟国ドイツでした。1940年、ドイツ軍の落下傘部隊は、難攻不落と謳われたベルギーのエバン・エマール要塞を空から急襲し、瞬く間に陥落させました。この衝撃的なニュースは、直ちに日本の軍中枢を駆け巡りました。日本にも空から降り立つ兵隊が必要だ。1940年12月、静岡県浜松陸軍飛行学校。その片隅に極秘の部署が産声を上げました。挺身練習部。これが後の空の新兵の母体となります。彼らはあえて
落下傘部隊とは名乗りませんでした。挺身。それは身を挺して敵陣深く突き進むことを意味します。単に空から降りるだけでなく、孤立無援の敵地で破壊活動や拠点の制圧を行う極めて攻撃的な特殊部隊としての決意がこの名には込められていました。しかしその道のりは苦難の連続でした。共犯もなければ経験者もいない。ドイツからの情報は限られており、すべては手探りでのスタートでした。パラシュートはどう畳めば開くのか。高架の衝撃に耐える着地法とは、高度な飛行技術を持つパイロットと強靭な肉体を持つ兵士、えりすぐりの若者たちが集められましたが、訓練中の事故による死傷者も絶えませんでした。それでも彼らはお国のためにという一心で恐怖を克服し、空へ飛び出し続けました。部隊の編成が進んだのは開戦が目前に迫った1941年のこと。久米誠一大佐を団長とする第一挺身団が編成され、その下に挺身第一連隊、そして挺身第二連隊が置かれました。彼らに与えられた準備期間はわずか1年足らず。未熟な技術と装備のまま、彼らは実戦という巨大な荒波へ放り出されることになります。1941年12月8日、真珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発。日本軍は破竹の勢いで南進を開始します。マレー、フィリピン、香港。戦火が報じられる中、挺身団の将兵たちもまた極秘裏に日本を離れました。目指すは南方の要衝パレンバン。しかし彼らはまだ知りませんでした。その旅路の途中で部隊の半周をもぎ取られるような最悪の悲劇が待ち受けていることを。空の新兵として華々しくデビューする直前、彼らを襲った知られざるアクシデント。それは作戦の成否そのものを揺るがす絶体絶命の事態でした。年が明け、1942年1月3日。決戦の地パレンバンを目指し、南シナ海を南下していた船団を突如として悪夢が襲いました。輸送船明光丸。その船倉には挺身第一連隊が使用するはずの落下傘、重火器、そして弾薬のすべてが積まれていました。原因は積み荷の自然発火とも言われています。火は瞬く間に広がり、船体はグレンの炎に包まれました。荷物はいい、人間だけ飛び込め。護衛の駆逐艦によって兵士たちの命は救われました。しかし彼らにとって命よりも大切な翼である落下傘と敵を倒すための武器はすべて南シナ海の木図と消えました。精鋭として育て上げられた第一連隊は戦場に到着する前に戦う手段を失ったのです。これによりパレンバン攻略という国家の命運をかけた大作戦は無傷で残った挺身第二連隊わずか300名余りの双剣にのしかかることになりました。相手は数千とも言われる守備隊。常識で考えれば作戦は中止か延期にすべき事態です。しかし日本に残された石油の時間はそれを許しませんでした。2月上旬、マレー半島。第二連隊の将兵たちはクルアン、カハンといった前線基地に集結していました。灼熱の太陽の下、滑走路には銀色の翼、100式輸送機がずらりと並びます。彼らを護衛するのは加藤はやぶさ戦闘隊として名高い飛行第64戦隊。最新鋭の戦闘機はやぶさが空挺部隊の露払いをする。これほど心強い味方はありませんでした。しかし基地には重苦しい空気が漂っていました。明光丸の事故に加え、輸送機の故障や
不安定な天候。何より本当に300人で数千の敵から製油所を守りきれるのかという不安が指揮官たちの脳裏をよぎります。それでも兵士たちは黙々と落下傘を点検し、武器を磨き続けました。彼らは知っていたのです。自分たちが失敗すれば、故郷で待つ家族が、日本の産業がすべて止まってしまうことを。運命の2月13日、司令部からついに命令が下されました。明日14日、パレンバンへ降下せよ。翌2月14日、早朝。マレーの空はまだ明けきらぬ薄墨色でした。轟音とともにエンジンが目覚め、数十機の輸送機が次々と滑走を始めます。機内には第一連隊の無念を背負った第二連隊の兵士たち。彼らは互いの装備を確認し合い、短くうなずき合いました。目指すは片道3時間半の彼方スマトラ島。燃料はギリギリ。帰りの分はありません。それは文字通り片道切符の出撃でした。高度を上げる編隊の行く手にはシンガポールから流れてくる黒煙が不吉なカーテンのように待ち構えていました。1942年2月14日午前11時26分、運命の時が訪れました。パレンバン上空に姿を現した日本軍の輸送機編隊。しかし奇妙なことに地上の対空砲火は沈黙を守っていました。それは戦場の神が仕組んだ皮肉な偶然でした。日本軍が使用していたロ式輸送機はアメリカのロッキード社の旅客機をライセンス生産した機体。対する連合軍が使用していたハドソン爆撃機もまた同じロッキード社の機体から派生した兄弟機だったのです。味方の爆撃機が帰ってきたぞ。守備隊はそう信じ込み、安堵の表情さえ浮かべていました。しかしその油断は一瞬にして絶叫へと変わります。翼の下に描かれていたのは星のマークではなく鮮烈な日の丸だったのです。敵機だ、撃て、撃ち落とせ。沈黙を破り猛烈な対空砲火が空を切り裂き始めました。降下。弾幕の中、指揮官の号令とともに若き精鋭たちが空へ身を投げます。高度はわずか150メートルから200メートル。通常の空挺作戦よりもはるかに低い限界ギリギリの超低空降下です。パラシュートが開いている時間はわずか数秒。それは敵に撃たれる前に地上へ着くための命知らずのダイブでした。風を切り黒煙を突き抜け彼らは舞い降りました。ある者は滑走路へ、ある者はジャングルの木々へ、そしてある者は製油所のタンクの真横へ。着地と同時にパラシュートを切り離した彼らは泥まみれの生身の歩兵となって走り出します。しかし地上で彼らを待っていたのは想定外の苦境でした。機関銃や迫撃砲といった重火器は別の爆撃機から投下された物量箱に入っていました。ところが複雑な地形でその箱を見つけ出すことができません。多くの兵士の手にあるのは腰に下げた拳銃一丁と数個の手榴弾のみ。そこへパレンバン市街からオランダ軍の装甲車部隊およそ500名が殺到します。鋼鉄の装甲車に対し生身の人間が拳銃で挑む。常識では考えられない絶望的な戦力差でした。それでも彼らは退きませんでした。茂みに隠れ装甲車のキャタピラに向けて手榴弾を投げつけ、決死の肉弾戦を挑んでいったのです。一方、製油所エリアに降下した部隊には戦闘以上に困難なミッションが課せられていました。施設を破壊させるな。敵を倒すことよりも敵が押そうとする自爆スイッチを止めることが最優先です。すでに
一部の施設からは火の手が上がり始めていました。オランダ軍は周到に爆薬を仕掛け、廃油庫に火を放っていました。灼熱の炎と黒煙が製油所内を地獄のように染め上げます。バルブを閉めろ、導線を切れ。挺身兵たちは銃弾が飛び交う中、迷路のようなパイプラインを疾走しました。起爆装置へ手を伸ばす敵兵にタックルし、ナイフで導線を切断する。噴き出す油で全身真っ黒になりながら、燃え盛るタンクへの延焼を食い止める。それはもはや戦闘ではなく、巨大な爆弾解体作業でした。ある兵士は撃たれて倒れながらも、最後の力でパイプのハンドルに手をかけ、石油の流出を止めようとしました。彼らが守ろうとしたのは、ただの油ではありません。それがなければ、一日たりとも動かない祖国の艦隊、航空機、そして産業そのものだったのです。激闘は夜まで続きました。21時、飛行場を完全に確保。そして製油所もまた一部に火災は発生したものの、主要設備の大規模な破壊は奇跡的に食い止められました。わずか300名余りの決死隊が数千の守備隊と装甲車を相手に拳銃と手榴弾だけで成し遂げた大金星。その代償として39名の若者が異国の土となりましたが、彼らは守り抜きました。東洋一の製油所、そして25万トンもの石油備蓄をほぼ無傷で手に入れたのです。黒い黄金は守られました。しかし、この勝利がもたらした熱狂は、やがて日本を引き返せない泥沼へと誘い込んでいくことになります。翌2月15日午後、第一次降下部隊が確保した飛行場へ後続の第二艇団が降り立ちました。彼らは休む間もなくパレンバン市街へ突入。不意をつかれた連合軍は総崩れとなり、オランダ軍守備隊は撤退を開始しました。さらに川の方角からは頼もしい援軍が迫っていました。虫川を遡ってきた第38師団の地上部隊です。空からの精鋭と川からの主力部隊、この立体的な包囲網によりパレンバンは完全に制圧されました。しかし銃声が止んだ瞬間からもう一つの戦いが始まっていました。戦闘部隊と入れ替わるようにそっけない作業服を着た男たちが製油所へと走り込んだのです。彼らは陸軍石油部隊、日本石油や帝国石油などから徴用された民間の技術者たちでした。破壊された箇所を直ちに修復し、石油を送れ。それが彼らへの至上命令でした。オランダ軍による破壊は一部にとどまり、心臓部である主要施設は奇跡的に無事でした。技術者たちは不眠不休で復旧作業にあたり、占領からわずかな期間で再び黒い血液を循環させ始めました。確保された石油はおよそ25万トン。さらにパレンバン油田の年間生産能力は日本の命綱をつなぐに十分な量でした。この吉報は電波に乗って日本本土へ届き、列島を揺るがすことになります。空の新兵、メディアは彼らをそう呼び、その活躍は映画になり歌になり、子供たちの憧れとなりました。画家鶴田五郎が描いた新兵パレンバンにコーカスという絵画には、実際には黒煙に覆われていた空が美しい青空として描かれ、国民の熱狂を煽りました。しかしその熱狂の中で忘れられていた事実があります。彼らが手に入れたのはあくまで原油が出る蛇口だけでした。その油を日本本土へ運ぶには、アメリカの潜水艦が待ち構える危険な海を渡らなければなりません。
パレンバン大勝利。その華々しいニュースの陰で、日本は石油を運ぶというさらに困難で終わりのない消耗戦へと足を踏み入れていたのです。パレンバン空挺作戦は戦術的に見れば世界戦史に残る完全勝利でした。奇襲は成功し、製油所はほぼ無傷で確保され、わずか数ヶ月で戦前の生産水準を回復しました。1942年、パレンバンから日本本土へ送られた石油は帝国の渇きを癒し、戦争を継続させるための強心剤となりました。しかし、その栄光は長くは続きませんでした。日本軍は石油を掘ることには命を懸けましたが、石油を運ぶための海を守る力を持っていなかったのです。戦局が悪化すると、パレンバンと日本を結ぶ航路シーレーンはアメリカ軍の潜水艦によって死の海へと変えられました。貴重な石油を満載したタンカーは次々と撃沈され、黒い黄金はエンジンの燃焼室ではなく、南シナ海の海原を燃やす炎となって消えていきました。皮肉なことに、どれほどパレンバンが増産しようとも、その血が本土の心臓に届くことはなくなっていったのです。そして1945年8月15日、日本は敗戦を迎えます。ソロの新兵たちが命を賭して守り抜いた製油所は、連合軍、そしてやがて独立するインドネシアの手に渡ることになります。しかし、物語はここで終わりません。敗戦後、祖国へ帰ることを拒み、この地にとどまった兵士たちがいました。かつて、空から降りてきた新兵と呼ばれた彼らの一部は、再び武器を取り、インドネシアの人々と共に戻ってきたオランダ軍との独立戦争に身を投じたのです。ある者は現地で家庭を持ち、ある者は名もなき戦士としてジャングルで散っていきました。彼らにとってのパレンバンは単なる占領地ではなく、骨を埋めるべき第二の故郷となっていたのかもしれません。あれから80年以上の時が流れました。虫川のほとりには今も巨大な製油所が稼働し、インドネシアの経済を支えています。その基礎の一部には、かつて日本の技術者たちが修復した設備が形を変えながら受け継がれています。国家の存亡をかけた堅根一滴の空挺作戦。それは資源なき国の悲劇的な挑戦であり、同時に技術と執念が織りなした戦争という狂気の中の一瞬の奇跡でもありました。空の新兵と呼ばれた若者たち、彼らが降り立ったあの空の彼方に、今の日本は何を見ているのでしょうか。